皆さんお疲れ様です。沙織です。皆さん最近いかがお過ごしでしょうか。日本はだんだん暖かくなってきましたかね。母からね、先日桜が咲いたよっていうメッセージをもらって、いいな、日本帰りたいななんて思ったんですけど、オーストラリアはね、今週からなんかぐっと寒くなって、夏終わったんだっていう、ちょっと寂しさを感じているところでございます。前置きはさておいてね、今日はリクエストをいただいてた私の日本での経験について話していこうと思います。私のチャンネルを見てくださっている方の中には、将来海外でエンジニアとして働きたいって思っている方も多いかなって思うんですけど、日本で具体的にどういった経験を積んだら海外就職につながるんですかっていう質問をよくいただいていたので、今回は私の経験について詳しくお話しして、オーストラリアの企業で採用されたに至った理由っていうのを、あくまでちょっと私の主観ベースなんですけど、こういう自分の経験とか強みが買われて採用されたんじゃないかなっていうところを話していこうと思います。その後に、今もし私が日本で働いていた頃に戻れるとしたら、どういうことを意識して経験を積んでいくか、またスキルの習得に励むかっていうところも話していこうと思います。今後海外就職を考えている方、特にね IT 分野で考えている方はぜひ参考になる動画だと思うので、最後までお見逃しないようご覧ください。このチャンネルでは海外就職に関する役立つ情報やシドニーでの日常生活についても配信しております。最近はですね、ちょっと私の海外生活を通じて気づいたことであったりとか、自身が感じていることっていうのをラジオ形式でも配信しているので、こちらもチェックしていただけると嬉しいです。ではね、早速本題に入っていきたいんですけども、まず一つ目ですね、私の経験についてお話ししていきたいと思います。ちょっとレジュメをね見ながらちょっと話させていただくんですけど、視線がずれてしまうの申し訳ないんですけど、ですね、私はまず声やば失礼いたしました。私はまず学部生卒で、新卒で大手の IT 企業に入社して4年働きました。その後会社を辞めてオーストラリアに来ております。なので最初の入社して半年間は研修をしております。そこでですね、本当に半年間の研修でもうぐっと詰め込んだっていう形です。で、研修が終わったタイミングで配属されたんですけれども、私は通信業界をメインのお客さんとしている部門に配属されました。私の担当顧客は日本の某大手のキャリア会社だったんですけど、そこの会社のシステムを私たちが、開発、保守、運用していくっていうようなプロジェクトでした。で、そのシステムはですね、本当に古くってミッションクリティカルでレガシーでみたいな形のプロジェクトで、開発プロセスももちろんウォーターフォール型でしたし、昔からのやり方をすごく保守しているような部署でした。ただそこでシステム開発とは何ぞやっていうところをすごく叩き込まれたので、今はすごくいい経験になっていたなっていうふうに思いました。で、使っていた言語はそこのシステムのバックエンドが Java で動いていたので Java の開発をしておりました。で、1年目は、やっぱりテストとかから入るんですけど、なんといってもね、リソース不足だったので、テストが終わったらもうすぐに開発で、もう1年目が終わったタイミングではもう結構上流の工程も任されるような部署でした。なので結構ね、残業がかさんだっていうのもあるんですけど、そこで本当に対お客さんとしてのコミュニケーションとか、あとは開発ですねの進め方っていうのをきっちり学んだかなっていうふうに思っています。で、その後部署を移動してお客さんも変わって、また違った
キャリア会社さんがお客さんになったんですけど、そこの部署は割ともうちょっと新しい技術を扱っている部署でした。一応名目は保守運用チームってなってるんですけど、結構いろんなシステムを保守運用していて、その中にはクラウドサービスの上で動いてるウェブサービスであったりとか、あとはコンテナの上に乗ったアプリケーションとかもあったので、割ともう 1,2 年目に扱っていたシステムとはガラッと違って、より今主流となっている技術に近づいたなっていうふうに思ったんですけど、そこでは、AWS の知識であったりとか、保守をやりながら、横で開発のプロジェクトっていうのもあったので、そこで GitHub を使ったりとか、あとは Agile 開発用のタスク管理ツールを使ったりとかしていて、開発手法も割と新しいものを取り入れようっていう風に動いている部署でした。で、3年目4年目が始まったあたりで対お客さんっていうところにもすごく挑戦させてもらえるようになって、バージョンアップの提案をする機会をさせてもらったりとか、あとは技術的なところを説明する、プリセールスみたいなポジションになるんですけど、そういったところも経験させてもらいました。あとはですね、もうどんどん下が入ってきていたので、開発の案件が入ってきたら自分が、リーダーとなってタスク管理であったりとかスケジュール管理っていうところを経験しました。ざっとですね、レジュメに沿って私の経験を話したんですけど、要はどんな経験したのっていうところをポイントでまとめると、まず開発ですね、テスト、あとはドキュメント作成、あとはちょっとプロジェクトマネジメントみたいなところも経験しました。またかつプリセールスみたいなちょっとお客さんに技術的な面を説明するみたいなポジションも経験しました。はい、今私の経験をざっと話したんですけど、続きまして私がなんで採用されたのかっていうところについて、ちょっと私の主観、あくまで主観なんですけど話していこうと思います。大きくね、私は4つだと思っています。1つが IT の基礎知識があって日本での経験があること、で2つ目が日本語を話せること、そして3つ目なんですけど、日本の大手お客さんを相手にしてビジネスした経験があったっていうところも強みになったかなっていうふうに思っています。現在私が働いている企業でも日本の大手企業をお客さんとして持っているので、採用されるポイントになったんじゃないかなって思っています。4つ目はですね、英語でのコミュニケーションを最低限取れることです。これに関しては取れないと面接進めないので前提条件みたいな風になっちゃうんですけど、これも重要なポイントの一つかなっていう風に思ってます。はい、これを踏まえてですね、今自分が日本で働いていた時に戻るならどういったことを意識して行動するかっていうことについて話していこうと思います。ここはね、かなり気になるんじゃないかなと思うんですけど、1つ目はですね、まず海外の求人を調べます。で、リサーチします。やっぱり市場を知らないと戦略も立てれないじゃないですか。なので海外の求人が載ってるメジャーなサイトとかって、オーストラリアで言うとインディード、シーク、リンクドインなんですけど、そこに本当に全て答えが載ってるんですね。どういう人が必要です、どういう風なスキルがあったら採用しますっていうのをチェックします。で、今自分の経験と見比べてみて、こういう求人があるんだな、こういうようなポジションに就きたいし、こういうような給料のねレンジの企業に勤めたいんだったら、こういう経験が必要だなってそこでわかると思うんですね。なので、それによって勉強する技術を変えてみたりとか、プロジェクトね、アサインしてもらえるプロジェクトを、自分から変えてもらえるように動けたりとかすると思うので、これがね、自分が一番しとけばよかったなっていう後悔ポイントになります。で、あとはやっぱり勉強をおろそかにせず、基礎をしっかりすることですね。コンピューターサイエンスって勉強することがもう山のようにあって、やったらどんどん分かんないことが出てくるじゃないですか。なんですけど、やっぱり基礎は
どこまで行っても基礎なんですよ。やっぱりネットワークとかデータベースとか使いますし、そこをきっちり固めるっていうところですね。はい、もうすでに勉強されてたら大丈夫なんですけど、私みたいにねコンピューターサイエンス専攻じゃなく今目指されてるって方は勉強大変だと思うんですけど、そこをやっとくと将来やっぱり楽にできるよっていうところをね今も痛感してるので、そこはやっとくべきポイントの一つかなって思います。あとはプログラミング言語で言うと、一つの言語で何でもいいので、極めとくと、楽かなっていうふうにね思いますね。はい。あとはやっぱり勉強も大事なんですけど、対お客さんとの業務経験っていうのを、しっかり作って海外でアピールできるようにしとくっていうのも大事だと思います。どういうプロジェクトでどういう壁にぶつかってそれをどうやって乗り越えたのかみたいなところも面接で聞かれるポイントなので、それをねプロジェクトアサインされて働いてたら絶対なんか壁はあるじゃないですか。なのでそれを忘れないようにメモしておくっていうのは大事かなって思います。はい。あとはね、戦略をしっかり立てるのが大事だと思います。海外で働くってなるとどうしてもビザの面で不利なんですね。なのでその不利な点をどうやって自分の強みで埋めれるかっていうのは考えておいた方がいいなっていうふうに思います。私の場合は日本語で埋めたんですけど、そうじゃなくて例えばエンジニアって言ってもいろいろあって、カスタマーサービスっていうコミュニケーションプラス技術っていうところを強みとした、スキルとして持ったエンジニアと、あとはもう本当にスキルを極めたエンジニアどっちもいると思うんですけど、そのね技術的なスキルの強みなのかコミュニケーションっていう面での強みなのか何でもいいと思うんですけど、そこは自身の強みをね分析してビザの面で不利な部分を埋められるような経験なりスキルっていうのを持っていくことが大事だなと海外就職においては思います。なので日本語を使える人を探しているポジションの場合は日本の企業のお客さんとどういうふうに対応して、どういうような成果を出せたかっていうところがアピールポイントになると思うし、日本人であるっていうことは使わずに技術で勝負する場合は企業が求める技術スタックっていうのをしっかり持ってる必要があります。これも全てねもう事前に募集要項っていうのを検索してそこで求められる技術とか経験っていうところを把握しておけばもう事前にその経験も作れるので、先に求人を調べていくことをすごくおすすめしたいです。私はねちょっとそれを前々からそれこそ入社して2年目3年目とかも考えてたらもっと勝率を上げられたんじゃないかなっていうふうに思ってます。なので皆さん逆にチャンスです。今日本にいて働いていて私のこの動画を見てくれてるとしたら、今それに向かって動けるってことなのですごく有利な位置にいらっしゃると思います。なのでね一私の意見なんですけど、これを参考に皆さんが少しでも海外就職に一歩二歩とね進んでいくことを助けられるような動画になってたらいいなっていうふうに思います。はい、いかがでしたでしょうか。今回はね私の日本での経験をシェアして、またそれを踏まえてね私が日本にいる間にやっとけばよかったっていうこともシェアしたんですけど、この動画がいいなと思ってくれた方は高評価、コメント、またチャンネル登録まだなかったはぜひねしていただけると大変嬉しいです。お願いします。じゃあ今日も最後まで見ていただきまして本当にありがとうございます。またねこんな動画撮ってほしいっていうリクエストがあればもういつでも受け付けてるのでコメントで教えていただけると嬉しいです。はい、じゃあ皆さんいつもお疲れ様です。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。